ジェミニインクローム、リリースから結構経ちましたが、皆さん使っていますか？私もあれこれ試していますが、これ結構便利なんですよ。先日の Google I/O で発表されたばかりのジェミニ 3.5 フラッシュがこのサイドパネルにも統合され、応答速度と軽快さが劇的に進化しました。このさっと開いてさっと使える圧倒的なスピード感が日常の業務には本当にちょうどいいんですよね。なので今回はこの最新のジェミニ 3.5 フラッシュと Chrome を掛け合わせた時の驚くべき威力について皆さんと一緒に見ていきたいと思います。実践的な活用方法や Tips を交えながら解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。まずは導入方法です。ジェミニ in Chrome を使うには、基本的には Chrome を最新版にして Google アカウントで Chrome にログインするだけです。シークレットモードでは使えないのでご注意ください。Chrome の右上にジェミニに相談のアイコンが出ていると思うので、そこをクリックします。初回は利用開始の案内が出るので、画面の指示に沿って進めれば大丈夫です。もしアイコンが見つからない場合は、Chrome を最新版にアップデートします。Chrome の設定メニューから Chrome についてに進んで、最新版にアップデートされているかを確認しましょう。設定を確認する場合は、Chrome の設定メニューから AI イノベーションを開いて、ジェミニインクロームに進みます。ここでは、ジェミニの表示位置やキーボードショートカット、位置情報、マイクなどの権限をまとめて確認できます。マップなどをよく使われる方は、正確な位置情報をオンにしておく方が良いかもしれません。初期設定のままでも使えますが、最初にどんな項目があるか、ざっと見ておくといいと思います。次に基本的な使い方を見ていきましょう。起動するときは、右上のジェミニに相談ボタンから開くこともできます。でも、ぜひ覚えておいてほしいのが、Alt プラス G というキーボードショートカットです。このショートカットで、ジェミニを素早く呼び出すことができます。と、ここで最初の Tips です。実は、Chrome を画面上に開いていない状態でも、このショートカットを使えば、ジェミニを小窓で開くことができるんです。例えば、業務アプリなどを操作していて、調べたいことがあるときなど、ジェミニをさっと呼び出せるので、すごく便利ですよ。では、Chrome を開いた状態で、Alt プラス G を押すと、右側にサイドパネルが表示されます。ここに質問を入力すると、今開いているタブを参照した状態でジェミニが答えてくれます。例えば、ニュース記事を開いているときに、この記事の要点をまとめてと聞くと、そのページの内容をもとに要約してくれます。ちなみに、直近のアップデートでモデルの選択肢が変わりました。特に理由がなければ、フラッシュ 3.5 にしておきましょう。現時点では一番レスポンスが早い上に賢いモデルです。2つ目の Tips ですが、実は文字列を選択すれば、ページ全体ではなく、選択した文字列だけを参照してもらうこともできます。気になる一文や段落だけをドラッグして選択しておいて、その状態でジェミニインクロームに選択部分をわかりやすく説明してのように聞くと、ちゃんとその選択した部分を読んで回答してくれます。これ地味なんですけどめちゃくちゃ便利です。またわざわざ選択部分をと明示的に言わなくても、この言葉の意味を調べてみたいに言えば文脈から判断してくれることもあります。次はアットマークです。ジェミニインクロームの入力欄で
アットマークを入れると、今開いているタブの一覧が出てきます。ここから参照したいタブを選べるんです。例えば、商品ページをいくつか開いている状態で、アットマークで対象のタブを選んで、これらの商品の特徴を比較してと聞けば、ジェミニがまとめて比較してくれます。ここでまた Tips です。Windows ならコントロール、Mac ならコマンドを押しながらページ内のリンクをクリックしてみてください。すると元のタブを参照したまま、新しく開いたタブも参照先に追加できます。これ結構使える場面があります。例えば知りたい情報がサイト内で複数ページに分かれていることってありますよね。そういう時もコントロールを押しながらリンクをどんどん開いていけば、合計10個までまとめてジェミニに参照させることができます。関連するページをまとめて開いてジェミニに渡す。こうすると簡易ノートブック LM みたいな使い方ができるんです。資料を蓄積して分析したいならノートブック LM。今見ているページをさっと整理したいならジェミニインクローム。この使い分けがいいと思います。次はスキル機能に行きましょう。ジェミニインクロームではスラッシュを入力することでスキル機能を呼び出すことができます。スキルはざっくり言うと、よく使うプロンプトを保存してワンクリックで再利用できる機能です。ジェミニインクロームではゲムが使えない。代わりにこのスキルを使うことができます。ただし、ここは正直に言っておきます。スキルは今のところ複雑な自動化ツールというより、繰り返し使う AI 指示を呼び出しやすくする機能です。でも、使うか使わないかで作業スピードが全然違います。ぜひ皆さんも自分用のスキルを作ってみてください。おそらく Google もジェミニをどんどんエージェンティックに発展させてきます。その時にスキルを整備しておけば、今よりもっと強力な自動化につながるんじゃないかと思います。では、スキルの作り方を見ていきましょう。作り方はすごく簡単です。スラッシュを入力してスキル機能を呼び出すと、メニューの一番下にスキルを追加というボタンがあります。ここをクリックすると登録画面がポップアップするので、スキルの名前を入力して、指示欄にプロンプトを登録しておきます。アイコンも選べるので、見分けやすいお好きなアイコンを設定してみてください。もう一つ便利な方法があります。ジェミニと会話をしていて、今のプロンプトスキルにしたいなと思った時、自分の発言にカーソルを合わせると、雷の形をしたスキルに保存ボタンが出てきます。これを押せば、その指示をそのままスキルとして登録できます。登録したスキルを整理したいときは、スラッシュを入力して、スキルを管理を選択します。管理画面で各スキルの3点リーダーから削除したり、プロンプトをコピーしたりできます。登録が終われば、あとはスラッシュを入力してスキルを呼び出すだけです。毎回プロンプトを打ち直す手間がなくなるので、使い込むほど効いてきますよ。後で私が作ったスキルも共有しますので、ぜひ試してみてください。ここから結構大事な話です。ジェミニインクローノは Google ワークスペースとちゃんとつながっているんです。Google ワークスペースのアプリたちと接続されていて、ユーザーの指示に応じて Gmail、Google ドライブ、Google Keep、Google カレンダー、Google タスクなどのサービスを操作することができます。通常のジェミニはアットマークで各サービスを呼び出して使うんですが、このジェミニインクロームはアットマークがタブ選択機能に置き換わっているので、私も呼び出せないと思っていました。でも実はユーザーからの依頼の文脈に応じてちゃんと各サービスを使ってくれるんです。知らないと便利さが半減してしまいます。もう少し詳しく解説していきますね。まずは Gmail についてです。メールの検索って今まで Gmail の検索窓にキーワードを入力していましたよね。これからは
Alt プラス G でジェミニを呼び出してジェミニに探してもらいましょう。自然な言葉で依頼するだけです。〇〇に関するメールを探して、これだけでジェミニが関連しそうなメールを探してリストで提示してくれます。提示されたリストの下矢印を押すと、ソースとなったメールへのリンクが出てきます。ここからメールを直接開くこともできるので、見つけたらすぐ確認できます。その他、このメールを要約してといえば、このように要約してくれます。メールに対してできることは検索や要約だけではありません。このメールに返信してなどといえば、メールの下書きを作ってもらうこともできます。実はこれ、今まで Gmail についていたジェミニではできなかったことなんです。ここでスキルを一つ共有させてください。皆さんは AI を使うとき、なんて指示すればいいかわからない、プロンプトを作るのが面倒と思ったことはありませんか？そこで今回、ぜひ登録してほしいのが私が開発した最強のスキル、万能コンシェルジュです。このスキルはあなたの意図を自動で分析し、その時々に最適なプロンプトを裏で自動生成して、そのまま実行までスムーズに行ってくれる非常に実用的な機能です。プロンプトは動画の概要欄にノート記事をリンクしておきますので、ぜひコピーして使ってみてください。使い方は驚くほどシンプルです。あなたが今開いているページや作成中のドキュメント、メールなどの画面でスラッシュを入力して万能コンシェルジュを呼び出して実行するだけです。具体的な指示は何も書かなくて大丈夫です。すると AI があなたが今開いている画面の状況を分析し、この状況なら次のような作業をしたいはずと選択肢を3個から5個ほど提案してくれます。そしてあなたがその中から今したいことを番号で答えるだけで、その意図を実現するための最も理想的なプロンプトが内部で自動生成され、実際の作業がその場で自動実行されます。この実行の際、万能コンシェルジュは単に一般的な回答を作るのではありません。実は利用可能な範囲で Google の各種アプリの個人データをバックグラウンドで安全に参照し、あなただけの文脈を自動的に学習して結果を出力してくれるんです。例えば、Gmail の返信文を作る場合、AI はあなたの過去の送信履歴などを読み取り、文末の表現、敬語の強さ、文章の長さや改行の癖といったあなた独自の文体を自動分析します。その上で、あたかもあなたが自分で書いたかのような自然で違和感のない文章を生成してくれます。この曖昧の入力から最適なプロンプトを自動生成して実行までしてくれる万能コンシェルジュを一度使うと本当に手放せなくなりますよ。ここからはその他の Google ワークスペースとの連携機能について少し駆け足でまとめてご紹介しますね。まずは Google ドライブです。ドライブにある〇〇に関する資料を探してと頼むだけで、膨大なファイルの中から PDF やドキュメントを高速で検索し、その内容をもとにジェミニに回答してもらうことができます。続いて Google カレンダー。カレンダーに登録してとお願いするだけで予定登録が完了します。カレンダーの内容をジェミニに聞いて、明日の予定を教えて、来週の空いている時間はといった確認をすることも可能です。さらに Google To-Do とも連携しています。この内容を To-Do にして、明日10時にリマインドしてなどと伝えればタスクを登録してくれます。そして特におすすめしたいのが Google Keep との連携。この記事の内容を Google Keep に保存してとお願いすれば、今見ているウェブページの内容を可能な範囲でメモとして保存してくれます。後から〇〇に関するメモを探してとジェミニに聞いて呼び出すことができるため、自分だけのナレッジベースを作ることができます。次は
ジェミニインクローム特有の機能である履歴の参照機能です。曖昧な記憶をもとに過去に見たページをジェミニに探してもらうことができます。サイト名やキーワードがうろ覚えでも探せるので本当に助かります。なお、この機能を使うときはタブを参照していると邪魔になることがあるので、タブ参照は外しておきましょう。最後に、ジェミニインクロームも画像生成ができるということをお伝えします。例えば、この内容を図解してといえば、開いているページの内容を説明するような画像を作ってくれます。説明が長い記事や手順が多いページを図解にするときに便利です。ここでちょっと面白いスキルを作ったので共有したいと思います。ジェミニのディープリサーチで作ったレポートを Google ドキュメントに出力したものを使ってみましょう。開いているページの中からインフォグラフィックにしたい部分を選択した状態でこのスキルを実行すると、まずどんなデザインにするか聞いてきてくれます。作ってもらいたいデザインが決まったらその番号を答えます。今回は7にしてみましょう。すると今度はカラーパターンを選ぶように言ってきます。これはその時選んだデザインに合わせて AI が提案してくれます。今回は A にします。その後最終確認をするように言ってきますので、問題なければ画像を作成してと言います。すると選んだデザインや色を反映した形のインフォグラフィックを作ってくれます。もし作られた画像が気に入らなければ、やり直すボタンでやり直すこともできます。で、気に入ったインフォグラフィックができたら、作成中のレポートや記事にドラッグして挿入します。これを作成している文章の分かりづらいところを選択して繰り返すことで、図解入りの分かりやすいレポートや記事を作成することができます。もちろん業務以外でも、ノートの記事やX のポストの解説画像をさっと作ることができるので非常に便利です。今回はジェミニインクロームの使い方を紹介しました。ジェミニインクロームは Chrome の中で使える AI アシスタントです。今開いているタブをコンテキストにすることができるのが一番の特徴です。小さな使い方から始めるのが一番わかりやすいと思います。リコの AI ラボではこれからも AI ツールの実践的な使い方をどんどん紹介していきます。役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。